犯人を追いかけてる人たち予算がなくなったからやめますってわけにいかないからね。もちろんそうですよね。僕なんかほら新宿署で薬物の捜査をやってる時にどうしても相手となるのが反社の者たち。弓はおやす風間のおじきてめえお前桐生あ、なんやお前堂島の兄の次は風間か何考えとんじゃ島野お前こいつも絶対に生きて返すんやないであれですね、なんかやってそうですね。このね出てき方とか出てくるタイミングもね考える。そうですね。終わったの？はい、よかったです。弱かったです。おとなしゅう往生せや桐生カズマ逃げろカズマ。日本でこういう狙撃みたいな感じがあるんですかね。いやあるでしょ。やっぱり狙撃を警戒するよね、警察としてはね。大きな警備とかの時には必ず高所っつってね、その高い場所を警戒をしてる。あ、やっぱそうなんですね。はい。高いところ。逃げます。本当に持ち上げてるね。これがあれば。そうだね。はい。これで出た。出ましたかね。あ、出れてない。出れてないんだ。あ、まだはい。これって見覚えがある場所なのかな。そうですね。正面の入り口ですね。正面から帰るんですね。でも喧嘩の強さって大事ですか。どうなんだろうね。ちらっとだけどその警察官もね、喧嘩が強い、腕っぷしが強いわけじゃなくて、警察官ということを背負ってる。そのことでどうしても強くというかね、負けられないっていう気持ちが強くなる。それは反社の者たちもそうですよね。組を背負ってるからっていうメンツとか。そうメンツがあるからね。まだある。うわ、これたくさんあるってことはゲーム的なメタ読みですけど、強いやつが出る直前、やっぱ強いやつが出る直前は回復アイテムいっぱいくれるんですよね。真島だよね、やっぱりね。そうですね。真島の兄貴マシラ道具を出してこないだろうですね。本気じゃないのかもしれないですね。やってくるな。
これやったらあれじゃないか、もう出れるんじゃないか。まだかな。あ、来た。わかりましたね。いや、長かった。なぜ生きてもしちゃうんだろうね、こうやって見てる時。うん。ちょっとだけマシになったと褒めていただきました。やっぱ真島も多分、いろんなことを察してるんじゃないですかね。うわ普通にいっぱいいるわマジで。待て。まあそうなるよな。おお。ここは通さへんで。虎。ここがお前の墓場や。こう周りでみんなが見てるのは何なんでしょうね。組長が戦ってるから見せ場だから手出さないってことですかね。これ普通に考えれば、ここで倒したとしても、この周りの連中が来るよね。そうですね。うん。もう絶対説明ですよね。そうどう考えても。長かった。さすが組長。錦山錦山もね、あれね。はい意味ありげに見てましたね。まあね、こうハンサーの者たちのね、ああいうはい寄り合いだとかっていうのは、は非常に警戒してるし、いやある意味気持ちも高ぶってるんだよね。いは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 い。でもそんな折でこういう喧嘩、まあだけどちょっと考えづらいけど、てめえ、もう一回言ってみろ。こんな定例会意味ないって言ったん組みですよ。立てたチャリでばっかりですね。でも先ほど吉川さんが言った通りですお前ね。と話す相性がくらいなら、バスへのキャバクラでブサイクな女とだべってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえ、もう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな。俺らは風間の親父に典型的なパーマで仕方なくてめえについてるだけなんだよ。金縁の何？いそうですよね。風間の親父から多いね俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけでもなんじゃねえだかろ。正直こういう見た目の方の方そいつが俺のが核ってやもうつだ。触れちゃいけないってわかるじゃないですか。分かりやすいよね。わかりやすいから使われねえとな錦山みたいな人だと、うんついうっかり声かけちゃって、そうごやさ男っていうイメージに見えちゃうからですね。ね。の方が嫌ですけどね。幹部に尻尾を振るしか脳のね青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。下から完全に舐められてますね。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえなんか売れてないじゃないですか。話は終わってねえぞ。利益を上げられてない組とかもやっぱある黙って見てろ。あるよ、やっぱりそれでなんていうのかな、閉鎖するしかないとかね。あ見せてやるからよ。あ、そうですよね。今まあ本当に真面目に薬はご法度だってんで薬に手出さないとかね。だってもう稼ぐ方法なんでどんどん限られていきますそうそう。で桐生は逃げれたのかというここまで。観念しろ。本部ですからね、ここ。さっきみたいにこの本部でなんか寄り合いがあるとね、周りにいっぱい出てるからみんなね、警戒のためにもね。お、来た、こっちだ。
あ、だってはだよね。い。すごいもうすげえ難しい。という伊達さんが、たった今、広域指定暴力団東上会3代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで、現場は大混乱になりました。もう男性一の身元般人の目はまだ分かからっていません。見たら続報なんかが入り次構想が第お伝えし始まったのかます。なとか。構想が始まったってことでしょうね。ですよねいやこれメディアだってそう撮って放送してんじ多ゃないのかな。分そうですよね。だって本部で暴れる男が出たなんてことは、出所2日にしちゃ派手にやってんな。あんた寂しいこと言うじゃねえか、桐生。伊達さん、よく覚えてたな桐生も。付き合いがいい。やっぱり刑事とさ、はい担当のデカさんとつながり結構深いよね。あ、そうなんですね。悪い意味じゃなくうん深い。あの時助けてもらったとか、うんそういう気持ちもあるしね。風間が？ああ、無事かどうかも今は。だが風間の言ってたその100億と弓、奴は何をお前に伝える？まだ弓が見つかってないの。使ってない10年経ってもみたいですね。そうか。なんか知ってるなこれ。いや知ってますけど言えないです。伊達さん、なんで俺を助けるような真似。4か。 4か。あんた丸棒に10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家降ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ今じゃ組織の鼻つまみだ。そういう感じあるんですかね。いいやその人の取り方だよね。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。僕なんかほら新宿署で薬物の捜査をやってる時にどうしても相手となるのが反社の者たちっていう可能性が非常に高いんで、よくその後吉川さんって丸棒なのって聞かれたことは何回かあるよね。今の俺には。いや僕はそんな人間東上会のじゃないですよ。100億が消え3代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。桐生一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はその弓って女か。その2つの山は薬物必ずどっか捜査っていうで繋がってる。のは当時お互いに今はどういうシステムになってるかわかんないけど、当時はそうだ普通の事件って言ったら都費で動いたの。東京都のお金で動いて何か手がかりはあんのか。で薬物に関しては国とり費であえずやってた。昔の馴国染み費だからセレナ車なんかもね捜査車両なんかも国費で来たりする。まずさ、話はこれすんだ。は確認取れてないけど、もう店開けて構わ僕ないぜらその生活安今でいう生活安全部の保安係だったんだけど、はでお前そう刑事部セレナの方がか。予算的な関係もあるし確か天下一通りだったよな薬物をどうしても欲しいと何かあったらその自分たち携帯に連絡すとる。という動きがあったみたいです。その結果として組織犯罪対策課に、生活安全部から移ったわけね。だから当時はだって本当に予算的なもので、装備資機材なんかも結構高額なものをねくれてたもらってたもんね。やっぱ予算とかもやっぱもちろん警察気にしてるんですね。いや末端は僕らは気にしてないよ全然。は予算がどうのこうのってさ犯人を追っかけてるさ予算がなくなったからやめますってわけにいかないからね。もちろんそうですよね。だからそういう意味ではでもやっぱりそういう予算で動くよね。なるほど。